桜のつぼみが膨らみ始め、もうすっかり春と思っていたら、今日は雪。春と冬を行ったり来たり。せっかくの休日だけど、こんな寒い日はどこにも行く気がしない。今日はずっと食べたかったとんかつにしよう。せっかくだから自家製のソースも作る。たくさんの野菜とワインやフルーツをぐつぐつ煮込んで作る自家製の中濃ソース。手間がかかる料理をすることで、休日に家に引きこもっている罪悪感がなくなる気がする。まずは飴色玉ねぎを作るところから。玉ねぎをみじん切りにして中火でじっくりと炒めていく。昆布は水から弱火にかけておく。その間に舞茸と生姜をみじん切り。にんにくは包丁の背で潰す。カレーにしてもビーフシチューにしても、煮込み料理の味作りの土台になってくれる玉ねぎ。じっくりと根気よく炒めて玉ねぎの甘みを引き出す。玉ねぎが飴色になっていい香りがしてきたら、端に寄せて舞茸を入れる。玉ねぎを舞茸の上に重ねて炒めると、先に炒めていた玉ねぎが焦げつきにくい。玉ねぎと同じようにじっくりゆっくり火を通して素材の味を引き出していく。寒さが和らいで恐る恐る芽を出す初春の草木たちのように、ゆっくり素材の味が染み出してくる。セロリは鍋に入る大きさにカット。シナモン、八角、ローリエは後で取り出しやすいようにお茶パックに入れておく。トマト缶を加えて少し煮詰めたら、昆布だしの入った大きめの鍋に移す。寸胴鍋は普段の料理ではなかなか出番が少ないけど、素材を濃縮させるソースやスープ作りにはもってこい。子供の頃は苦手だったセロリ。そのまま食べるのではなく、煮込み料理やスープに入れるといい出汁になってくれると知ってから、苦手意識がなくなった。苦手なものって意外とその一面しか見ていないことがあって、角度を変えてみると好きになることも多い。苦手な野菜も好きな一面を見つけると愛おしくなって好きになる。意外と好き嫌いなんてそんなものなのかもしれない。寸胴にすべての材料を移して、あとはひたすら煮込む。ある程度煮込んだら、夏目と袋に入れたスパイスを取り出してミキサーで滑らかになるまですりつぶす。ブラウンのハンドミキサーは具材を鍋に入れたまますりつぶすことができて、飛び散りにくいのでソースやポタージュ作りの頼もしい味方。素材をすりつぶしたらソースのベースが完成。あとは調味料を入れて味付け。昔好きだったドラマに手
デミグラスソースを作るシーンがよく出てきた。家族で営むキッチンマカロニという洋食屋さんでは、お父さんがデミグラスソースを毎日毎日継ぎ足しながら作り、お店の伝統の味を守っていた。このソースも何度も作る中で少しずつ試行錯誤をしながら、お気に入りのオリジナルソースになればいいな。そんなことを思いながら好みの濃さまで煮詰めたらソースの完成。とんかつにはキャベツの千切りが欠かせない。サクサクの衣とジューシーな豚肉、風味豊かな自家製ソース、個性が暴れる口の中にはリセットしてくれるシャキシャキのキャベツが必要なのだ。千切りに大切なのはとにかくリズム。難しいことは考えないで、とにかくリズミカルに。キャベツの厚さで今日はどれだけ無心でリズミカルだったかがわかる。とんかつはスーパーでお肉を選ぶところから始まる。個人的には厚みがあって筋が硬すぎないものが好きだ。揚げる30分前に冷蔵庫から出して塩コショウをしておく。溶き卵、パン粉、小麦粉を用意して準備万端。隙間なく両面にパン粉をつけたら熱した油に入れる。油は高すぎると外側が焦げてしまうし、低すぎても中まで火が入らずパン粉がサクサクにならない。ブクブク、パチパチと静かに音を立てるぐらいがいい塩梅。この音を聞くとお腹が空いてくる。1分から1分半ほど揚げたら一度取り出して同じくらいの時間休ませる。一度で火を入れず2回に分けて火を入れることで中まで緩やかにしっかりと火が入り、とんかつがジューシーに仕上がる。2度揚げをしたら油を切って一口大にカット。キャベツを乗せた器に盛り付けて自家製のソースをかけたらいただきます。Once again, you're gonna drop me down. Words for you are nothing but a sound. Don't you see? You don't fool anyone. Your life to me is buried in the ground. Never hit the apple in the garden. Guilt and sadness run into your veins. Never hit the apple in the garden. Guilt and sadness run into your veins. Once they said great honor